正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。天ぷらの三河ゼザン家さんにお邪魔してまして、魔法の天ぷらをいただいてるんですが、今日はですね、穴子です。もう絶対天ぷらに欠かせない種の一つだと思うんですが、さあ三河ではどんな風に穴子が上がってくるかやっていただきたいと思います。また今日もよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。穴子はやっぱり欠かせませんか？まあ穴子はね、やっぱし東京湾の代表的な魚ですからね。うなぎは川魚で、穴子は海なんです。海なんですね。はい、長いものはあんまり好きじゃないとかっていうお客さん多いんですよ。だから穴子嫌いとかね、アレルギーですかって聞くんですよ。いやアレルギーじゃないんです。だったら大丈夫ですよ。私はここにいるってことは、穴子の嫌いな人にちゃんと美味しくして穴子を好きなように料理を作るっていう責任があってここへ立ってんだから、好き嫌いでね食べないなんてダメですよ。でも三河さん食べる前に穴子を食べるとどうしても匂いが気になるっていうところありましたよ。まあそうなんですよ。お客さんの前に立つ以上は数学者で、科学者で感性がなければ、結局穴子っていうのはヌルヌルしてるんですよ。触った時にヌルヌルして鱗なんですよ。鱗の変形がヌルヌルなの。だからごく微細な鱗がついてるのがヌルヌルとして触った時に表現。上げるってことはこの音がしてるでしょ。この音がしてるっていうのは水分を弾き出してるんですよ。その水分が弾き出されてゼロになったところは油の温度が200度から超えてますから、そうするとその時にはその200度の温度で焼き出すんですよ。焼いてる。ですから身の方は天ぷらを揚げながら皮目は焼いてる。そうすると鱗が焼けたらば想像したって香ばしいわけですよ。そうすると青臭い穴子があんまり好きじゃないとか、いやそうじゃないんだと。それがいい方に変わるのが天ぷらなんですよっていうのをやってるんですよ。三河でそうです。穴子をいただくと実感できる。はい。ですからこうやって何気なく私がこうやってスッと仕事するとパッとつけてパッと入れるんですけど、実際にはつけた瞬間にここでこの縁で取ってるんですよ。そうするともうこんなもうほとんど取れてない衣が。だからこれを私がこうやってつけてひょっと取りながらこっち入れてるんです。そうするとそこを見てる方は見落としちゃいけないんだ。衣が上と下では3分の1になってる。3対1ぐらいに終わるんですね。でそこを集中的にこの中で仕事してるんですよ。皮目から水分を余計に早く脱水するっていうことを努めているんですね。その皮目のとこだけ衣をそったりなんかするっていうのは教わるんですか？それとも自分で考えなきゃいけない？まあ本当はね教わるんですけど、昔の人はね理論的に何も突っ込んだ仕事してないんですよ。こうやってやるんだよ、こうやってやって見て覚えるんだとかって言うんだけど、何の説明も理論的にないんです。私はたまたま17歳の時から東京芸大に出入りしてて、で物を作る人たちのその生活ずっと見てるんですよ。アーティストとして仕事して、そうすると結構ねみんなねちゃんとしたテストピースっつって試験的なその仕事を繰り返しデータ取ってるんですよ。でそれ見てね、あそうか、なんだ俺たちは天ぷら屋の職人って言われて同じことやってるのに片方先生って言われて、おかしいなと思ったらばそこら辺のとこでねやっぱりちゃんとしたアーティストとしてその出来上がりを読めてやってるんですよ。私たちは偶然みたいなその産物で仕事してるわけです。勘だとか。でそれをやっぱりデータ化して、ちゃんとお客さんにいつでも同じものを作ってあげられますよっていうのをやらないとやっぱしアーティストとして認められないんだなっていうのがあって、私がもう
はい、4、50年前にいち早く俺は天ぷらのアーティストとして立つっていうのをね。お、これです。みんなここのとこ動画で撮りたくなるはい、それで穴子ですが、これもアスパラガスと考えると同じように、そうなんですけどね、上の方と下の方と、下の方はね結構味が繊細です。っていうのはこう、そうですね、尻尾がよく動いてる、筋肉質でよく動いてる、繊上細は脂が乗ってる、乗ってる。その全く違う食べ物として存在するので、こちら側は繊細なので食塩で食べてください。なるほど、まあね、じゃあこちらからちょっといただいてみました、最後はもうあくまでその人の好き好きなんですよ。ただおすすめとしてはそうおすすめる。うまい笑ってしまうほどうまい。尻尾の先まで美味しいですね、じゃあこれは天つゆでいただいてみたいと思います。この大きさだと結構脂があるんですよ。やっぱりそれにはこの天つゆで食べると、ちょうどその余分な脂の乗りがうまいもうちょうど穴子が嫌だなって思う人の気持ちが分かるところが全部抜けてて、うまみが全部凝縮してて、この焼くっていう意味がいただくとよく分かりますよね。揚げるっていうね、調理法は何を指してんだか分かりますかっていうと、料理人でも料理研究家でも料理の先生って言ってる人たちも誰も分かんないんですよ、揚げるっていうの。揚げるっていうのは揚げるんでしょってこうなるんですよ。だけどもそれは水分を介在して、この衣だからまるっきり水です。でこの水分を介在して料理をしているので、水分が周りにあるうちはもう蒸してるんですよ。蒸してるんです、でその水分がなくなった瞬間から今度油の200度を超える油の温度で焼いてること。焼いてるそうですさっき衣を皮の目を通りましたよ。そうすると皮目の方は早く焼き出してる、でまだ身の方はまだ蒸してる。別々の仕事が同時進行になってるんですよ。でそれをそうなるように衣をつけてるんです。揚げるってことがどういうことかっていうのを説明してっていうのに、天ぷらは天ぷらです、揚げるんですな、もうね何にも分かんないまま平気でね、そうやって言葉を出すんですよ。でそれをね今度はね、私が蒸すのと焼くのを同時にできるのを揚げるって言うんですよって言ったら、そういうのを言ってる人がいますけど、天ぷら揚げるに決まってますってテレビで流すんですよ。またそれをもうね漫画なんですけど、本当にね。でも本当に天ぷらはね、前回の時には科学者じゃなきゃいけないっていうのはそういうことですよね。そうなんですよ。なんてこれ形容していいのかなと思うぐらいね、青っぽいことが主流になってるんですよ。いやそれがね流行りになっちゃうんですよ。それが文化だと思われちゃうと大変なんですね。だからもう私なんか何回でも繰り返しこれが本筋なんだよっていうのをもう繰り返し言い続けないとまあいけない。美味しくいただきました。もう穴子はもううまいの何のとしか言いようがない、そういう天ぷらでした。次回もう一回やります。お楽しみに。